ちは。IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は待ってました話題の新商品を紹介します。発売前からかなり話題になっていましたので、売り切れる前にぜひチェックしていただきたいなと思います。また最新の店舗のルームセットなども紹介しますので、たくさんインテリアのアイデアがありますので、ぜひ一緒に見ていってください。この私お気に入りのボックスめちゃくちゃ安くなってました。店舗にもし在庫あったらラッキーですので、ぜひ見てみてください。見た目がすごく可愛いので、リビングでよく使う小物なんか入れてますよ。まずはついに発売になりましたニチルベルカードコレクションです。去年一番の話題となったこちらのソファー、見たことある方いらっしゃると思うんですけども、今回オレンジが発売となりました。低めの座面でふんわりしたクッションが特徴で、かなりくつろげるソファーとなっています。オレンジもすごく可愛いですね。他にもチェアあと3つ出てまして、こちらのまず、白色のチェア、こちらも以前はオレンジとブラックだったんですけども、新しくホワイトが登場しました。実物見たらめっちゃいいなと思ったのがこちらのチェアです。クロム調のメッキがすごく綺麗ですし、もう座る手前の部分にはパイプがないので、膝あたりがすごく優しくて良かったです。で、使わない時は折りたたんでコンパクトにすることもできます。店舗によってはもうかなり在庫少ないみたいなので急いでください。で、こちらは和紙製のランプシェードです。70センチとかなり大きいんですけども、和紙の感じがとっても綺麗でした。購入したのでこれは後ほど紹介しますね。ちょっとしたねトラブルがありまして、また紹介します後ほど。続きましてはこちらのソファーです。こちらも以前ねイエローがあったんですけども、新しくレッドが発売となりました。かなり大きめですので気をつけてください。IKEAライブでは2人でも座れますよって紹介されてました。そのぐらい大きいです。クッションカバーと、掛け布団カバーが出ています。こちらは何の柄がモチーフか分かりますか？こちらはポップコーン模様なんです。クッションカバーはブラックとホワイトが2種類出ています。でもめちゃくちゃもうすでに在庫がかなり減ってきていますのがこちらのテーブルです。サイズが2種類あります。こちらが大きい方になりますけども、素材感がとても良かったです。多くの付き板仕様になってますので、プリントって感じじゃないのですごくいいなと思いました。耐荷重はこちら 25kg までですので、座らないように注意してください。で、こちらがミニサイズの方です。可愛いですよね。まだ輸入予定日書いてあるのでチェックしてみてください。そしてこの花瓶もすごい可愛いですよね。イエローはこのような形になってまして、オレンジもあります。こちらはガラス製になっていまして、質感も安定感も良かったです。間口が思ったよりも広めなので洗いやすくていいなと思いました。いや、もうオレンジもイエローも両方可愛いですね。で、もう一つテキスタイルありました。布団カバーなんですけども、こちら空みたいな柄になってて、いろんな青色がちょっと混ざったようになってました。ちょっとレトロな雰囲気がして可愛いですね。で、注目商品の一つだったこのシェルフなんですけども、残念ながら改良中で発売が遅れてるみたいです。結構楽しみにしていた方が多いので、これはちょっと残念でしたね。また続報を待ちたいと思います。棚板の向きによって色が変わるという特徴があります。今回のコレクションの中から購入したシェードを紹介します。実はもう一つ買っているものがあるんですけども、そちらはまだ届いていないので次回の投稿ですみません、紹介します。こちらはこんな大きい商品なんですけども、送料は500円でした。組み立ては至ってシンプルなんですけども、これをねこのようにシェードをグイーッと伸ばしてはめるだけなんですけども、ここで問題発生なんですね。あらかじめね和紙製なので、優しくね伸ばしておけばよかったんですよね。これ一生懸命伸ばしてますけども、結局ねこうやって金属のこの支柱をはめるんですけど、はめたところでまっすぐになんないんですよ。この柱部分が曲がっちゃって、柱とねこのシェードの大きさが合ってない感じなんですよ。とりあえずいいかと思って設置してみるんですけど、よくないけど設置してみました。レビュー見ると高くでも同じようなこと書かれてる方いっぱいいらっしゃって、でやっぱちょっとね斜めになっちゃうんですよね。
試しにここに設置してみました。まあまあいいじゃないかと思いました。普通に寝室のど真ん中につけるのもいいかなと思ってたんですけども、一旦ここで様子を見たいと思います。コンセントのタイプのコードセットを使ってコンセントから電源を取って天井に引っ掛けています。天井用のフックは概要欄に書いておきます。この和紙の質感がすごくいいなと思いました。こちらに置いてあるチェアも IKEA の商品で、ちょっとね座面が高すぎてですね、ダイニングで使うのはちょっと断念してたんですけど、このようにしてオットマンと一緒に使えばくつろぎ空間にとてもいいなっていうことに気づきまして、このように使っています。シェードは IKEA に問い合わせたら一応交換してみようということになりまして、今交換品を待っています。また続報をお伝えしますね。店舗に戻りまして新商品の紹介をしていきます。これは騙されたなと思うのがあって、こちらのハッチカバーなんですけども、なんとプラスチックなんですよ。すごく模様がリアルで本物のラタンかなと思ったんですけども、本当に騙されました。でちゃんと編み方も手編みらしくって、でこちらも形違いなんですけども、同様にプラスチックとなっています。どちらも中に透明のプラスチックケースが付属しています。ラタンって結構カビちゃったりするので、なのでプラスチック素材なのはいいかなと思いました。前回残念ながら見ることができなかったこちらのシリーズの新色、やっと見ることができました。すっごく素敵な色ですよね。うちは結構壁が白いんですけども、絶対白との相性もいいしグリーンとの相性もいいので、すごく欲しいですね。他にもじょうろですとか温室もシリーズで出ています。温室めっちゃ可愛いです。このカラーは今季の限定色だと思うので、皆さん気になった方はぜひお早めに。こちらも新色でオレンジのガーデニンググッズがいろいろ出てるんですけども、こちらの剪定バサミですね。こちらすごくおすすめの剪定バサミで、枝とかね結構太いのでも切れるのでおすすめなんですよ。なんですけども、いつも売ってるわけじゃなくて、しかも色もねいつも変わってしまうのでなので売ってる時がチャンスです。私もね持ってるやつそろそろ消耗してきたので買い替えたいなと思ってました。こちらも人気のプラントスタンドのシリーズなんですけども、新色が出ました。こちら形違いでいろいろ出てるものになっています。左側が定番で出てるブラックで、今真ん中に写ってるのが新色のダークグレーです。グレー結構おしゃれですよね。私も以前こちらのシリーズ購入したことがありまして、とってもいいんですよ。お気に入りなのが一つありまして紹介いたします。こちらのプラントムーバーです。私のは去年購入したライトグレーなんですけども、キャスターがすごく安定感があってすごく使いやすいので愛用しています。水をねやるときにすごく便利なんですよ。結構大きいウンベラータも楽々運べます。私前550円ぐらいの使ってたんですけども、やっぱ全然ね2000円するだけあって安定感が違いますし、こちらはトレイを逆向きにすることもできるので、この縁よりも大きいものも置くことができます。でロックもかけることができます。こちらはすごくね惜しまれつつもブラックも生産終了してしまっていたんですけども、このダークグレーからまた復活したみたいです。前回惜しくも買えなかったという方はぜひチェックしてください。続きましては収納グッズコーナーです。こちらニューと書いてあるんですけども、こちらはですねおそらく以前もあった商品で、私こちら持ってるんですけどもなかなかおすすめなのでもう一度紹介します。内側がコーティングされていて汚れに強いのが特徴です。なので洗面所とかでも使えると思います。化粧品とかね入れるにもいいと思います。私はねこの消毒液のボトルを入れてるんですけども、程よく生活感を隠してくれて、そして、ベージュのこのカラーがとても可愛いので気に入って使っています。IKEAのワゴンの小さい方のサイドに引っ掛けてるんですけども、意外と安定感があって使いやすいです。続きましてはインテリアにとってとっても大事なもの、アートでございます。いくつか新商品が出ていました。いやいや IKEA でアートなんて買ったら世界中の人と被るやんけと思った方多いと思うんですけども、私もそう思ってたんですけども、意外と季節ごとに入れ替わってしまって、このようにどんどん新商品が出てくるので、そこまで気にしなくてもいいのかなっていうふうに最近は思っています。私すごいしょっちゅう IKEA 来ますけども、もう次の週にはねなかったりするものとかあるんですよ。一部はずっと売っている定番の商品もあるんですけどね。どちらにせよこのフレームは本当に IKEA 安いので、フレーム目当てで買われるのもおすすめだと思います。
こちらアートコーナーですけども、フレームはフレーム単体のコーナーにもたくさん売っています。IKEA ってフレームほんと安いですよね。そして種類も豊富です。フレームが売ってるコーナーって結構コースの終盤なので結構疲れて見落としがちなんですけども、ほんとおすすめです。こんなねポストカードなんかも売っています。あまり知られてないせいなのか結構売れ残りがちかなって気がしてて、結構値引きされてます。生産終了品が値引きみたいな感じで、あとサーキュラーマーケット、アウトレットコーナーに行くとたまに値引きで置いてあったりもします。ストーリーズで紹介したらとっても反響のあったこちらのミラーを紹介します。以前はこの片方のサイズだけしか YouTube では紹介できなかったんですけども、今ね両方のサイズとも実物見ることができました。とっても素敵ですね。スキー板仕様なので質感がとっても綺麗でした。発売されてから何ヶ月か、いや1ヶ月ぐらい経ったと思うんですけども、結構人気でして、小さい方は広北店では品切れにこの後なってました。こちらの大きい方をコンパクトめな洗面台に使っているっていう方もいらっしゃいました。値札はねちょっと間違ってたみたいですね。小さい方がもちろん3999円で、大きい方が5999円です。ルームセットですごく可愛い使用例があったのでぜひご覧ください。先ほどのミラーの大きい方をこのチェストの上に設置しています。下のキャビネットはトーンスタードシリーズの多くの月板素材のものになっておりまして、とても色合いも合ってますよね。壁紙の色もとっても素敵で可愛いですよね。こちらはコペンハーゲンの店舗になりまして、このねキャンドルはちょっと日本は非売品でございます。このトーンスタードのキャビネットは日本にも展開していました。このコペンハーゲンに来ていたのは、実はこの翌日から IKEA スウェーデンの方でですねメディア向けのイベントがありまして、そこに参加するために来ていました。時間があったのでコペンハーゲンの IKEA に寄った次第です。こちらの店舗のルームセットがすっごいおしゃれでして、また今後もちょこちょこ紹介させていただきたいなと思ってるんですけども、例えば見てください。こんな感じなんですよね。窓があるのまず珍しいですよね、ルームセット内に。で天井がね広くって、それもすごく素敵に見える一因なのかなとは思いました。自然光が入ってきて天井が高い。このアームにかけてあるこんなバスマットかけてんのと思ったら、こちらはムートン風のラグでした。こんな使い方もできるんですね。あとこちらのミラーとキャビネットの組み合わせはこちらイーバルのキャビネットですけども、とっても可愛いなと思いました。もう一つ注目の限定コレクションが発売されました。春とイースターがテーマということで、カラフルな色使いがとっても可愛いです。注目はこちらのグラス4点セットです。デザートを入れたりなんかしてもすごく映えそうですよね。あともう一つ注目なのはこちらの花瓶の3点セットです。ちょっと小ぶりなサイズ感がとっても可愛いです。こちらは視聴者様からお写真提供いただきました。ありがとうございます。次回はまだ届いてないですけども購入したチェアを紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。